例えばぶつけたとしても削ればもう一度使えると、新しくなる。エコロジーな世界使ってて楽しいというかね。我々100年の木を使いますけど100年やっぱり持ちます。おはようございます。そうですね、朝8時半ぐらいに仕事場に降りて、今日はちゃぶ台の足の、カンナ削り仕上げをいたします。で12時から1時ぐらいまでは食事お昼を食べて、で今度1時からは、その足を組もうと思っております。だいたい5時ぐらいには終わる予定です。特別はありませんけど、仕事場に降りて、一服して、一服しながら今日の仕事をどうしようかなっていうようなことを考えたり、段取りを考えたりしています。畳の上で使うような輪家具のことを指物と言います。大きいものですとタンス、小さいものですと箸とか箸箱とかそういうものも作っております。私の祖父がですね、この仕事を始めたようです。富山県の方から出てきたそうですね。で東京の日本橋にある家具屋さんに勤めて、そこから独立したんですね。私の父、そして私、それから息子とつながっております。兄弟が3人で、男は私一人なんで、あと姉と妹がいます。結局は私が親父の後を継がなきゃいけないなっていうのは昔から思ってましたし、自分でもやらなきゃいけないなというふうに思っております。江戸からのですね、技術とか技法を後世につなげなきゃいけないという使命感というんですかね、そういうものもあったと思います。
カンナなんかは木でできているからやっぱりこうねじれたり反ったりするのね。でこの台が平らじゃないと削れないわけだからこれを修正するわけ。カンナの台を削るカンナ台直しカンナっていうでこうやって削ったりする。これは仕上げのカンナであっちは中仕上げのカンナなのね。で台の裏がちょっと違うんだ。真っ平らじゃないの。ここが少しこれは空いてるの。で頭が少しこれ落ちてる。やっぱり削れないなと思って削り方がうまくできないなっていう時はやっぱり見ます。天候によって変わってくるのね。雨の日なんかはやっぱり少しこう反ったりねじれたりするんで、急にこう乾燥したりなんかするとやっぱり木ですからどうしてもそういうのが出てくるんで我々はしょっちゅう直します。江戸指物っていうくらいで粋に作れというふうによく言われましたね。板が厚すぎちゃいけないし一見こう華奢に見えるけどしっかりできているというような形の品物を作れというふうに言われましたね。粋っていうのは人にこうあんまり見せるもんじゃなくて自分の中でこう作り出すものっていう感じなんですね。ですからこう羽織の裏に表は木綿だけども裏は絹でできてたりそういうのが誰にもわからないけれども自分の中でこうおしゃれをしたりするっていうのが粋につながっていく。だから指物なんかでも見えないところほど仕事をきれいにして、組手とかねそういうものを使って作って堅牢にできているというのが指物ですかね。
これ傷ついてるの分かりますか？今度は浮いてきたでしょ。ね、やっぱり水分を塗ってあげると木がこう膨張してくるんだよね。またこう濡らしておけば復活してくると思う。今年はもう49年かな。そうですね、嬉しかったことはやっぱりお客さんに喜んでいただいた時が一番だと思いますね。新潟の方にお客さんがいて、大きな棚を作ったんですけども、その直後にすぐ新潟の大きな地震があったんですね。でその時にすぐ電話して安否も確かめましたけども、缶が大丈夫ですとかって言ったら、全然傷つかないで、使ってますよと言われた時もやっぱり嬉しかったですね。あともう一つはやっぱりおばあさんなんですけれども、子供の時に、本箱を親に買っていただいたそうですね。でそれを戦時中の時も背負って逃げたそうなんですよね。でそれをまだずっと持っていて、孫にこれを渡したいので、直してくれと言って直した経験もありましたね。そんな心温まるような話の仕事をしたのがありましたね。生活様式が変わってしまったので、昔はみんな畳の部屋でしたけれども、畳からフローリングになったりカーペットになったりしたんで、指し物が置く場所がなくなっちゃったんですね。例えば兄弟なんかにしても正座をして鏡の前に座ってお化粧するっていう姿はまず今見なくなってしまった。やっぱりその時代の変化に指し物が取り残されたっていうのかな、そういう寂しい思いもしていますね。昔からの技術とか技法を使って現代に合うような生活に合うような品物を作っていくっていうのが私の課題だと思ってます。例えば床暖房なんかで、棚物を作ると空気が中に浸透していかないんですね。ですから乾燥しすぎちゃって棚が歪んだり反ったりしてしまうので、そういうのがないように空気が流通できるような形にするとか、そういうことも考えてますね。そうですね、やっぱり見た目は結構今の新しい家具もとてもいいですけれども、我々は無垢の木を使って、作っていますので、例えばぶつけたとしても、削ればもう一度使えると、新しくなる、エコロジーな世界使ってて楽しいっていうかね。我々100年の木を使いますけど100年やっぱり持ちます。
時代を超えてつながっていかなきゃならない家具っていうのかな、日本人の心を持った家具を作っていきたいなというふうに思ってますけどね。それが指物じゃないかと思ってますけど。鐘の目も鳴ったからこっちだ。